はい、皆さんこんにちは、なぎのあさこです。今日はアイデアでキープ、ハサミ、糸でいじめないお太鼓作り帯の袋帯の作り帯の作り方をお伝えしようと思います。で、袋帯といえば、お太鼓柄と垂れ柄がつながっている場合とつながらない場合とありますけれども、今日はつながらない、作り方を簡単な方法をお伝えしようと思います。で、袋帯でお出かけする場所っていうのはやっぱりきちんとした場所や華やかな場所が多いですよね。ですので、そういったところには綺麗な着姿でお出かけしていただきたいので、ぜひご参考にしていただけたらと思います。ご興味ある方はぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは始めます。では袋帯を作っていこうと思います。で、手先ってどっちの方か分かります？ここはもちろん柄が入ってるんですね、手先で。ここら辺から柄が入ってない袋帯が多いかと思います。6通柄っていうんですが、だいたいここが無地になっている部分があります。で、垂れの方はずっと柄が入ってるんですね。ですので、手先の方は無地になっている方を半分に折り始めます。で、手先は半分に折って、そしてずっと折るんですね。で、こういうふうにだいたいざっくり置いていただいたらいいかと思います。で、ざっくり置いたら、まずは、センチでもうお伝えした方が分かりやすいのかなと思ってますので、何センチっていうふうにお伝えしますね。で、手先は自分の左側に置いて、で、ここでお太鼓を作るんですが、手先は何センチかというと、袋帯に関しては37センチになります。で、メジャーでしっかり37センチで、もちろんペンとかでチェックができないので、ピンチで留めて目印をしておきます。で、ここが37センチで、ここの横でお太鼓を作ります。で、次にですね、これが垂れ掛けになるんですが、垂れ掛けは、今回はお太鼓柄と垂れ柄をつなげないバージョンですので、一律160センチ取ります。メジャーってだいたい150センチまでなんですね。ですので、ここが150センチなんですけれども、だいたいあと10センチぐらい取って、ここまでが160になるように置きます。そして、ここで、三角形を作ります。で、三角形になります。で、まずここでお太鼓を作ってみようと思います。で、袋帯の垂れは何センチかというと、袋帯の垂れは9センチから10センチです。で、ここで9センチ取りますね。
9センチから10センチでぴったり綺麗なバランス良いお太鼓が出来上がります。ただ実はこの帯に関しては私は、いつも通りの9センチとかに取るとなんかいつもより長く感じるんですね。きっと色合いとかだと思うんですけれども、ですので、この帯に関しては私は8センチにしています。ですので皆さんも自宅の自分の帯で9センチから10センチで一度作っていただいて、で、ちょっとバランス悪いなと思ったら多少短くするとか8センチぐらいにするとか、それはいろいろ、調整していただけたらなと思います。8センチ以上は絶対に必要です。で、私はこの袋帯に関しては8センチにしておきますね。で、しっかりとここをシワを取って、で、3等分します。で、3等分してくるんですが、こういうふうに3等分してくるんですが、実は均等に3等分ではないんですね。で、お太鼓サイズがありますので、それに合わせて折るんです。で、1回目は適当にこうなんとなく折っていただいて、で、こういうふうに2回目持ってくるんですが、きちんとここの線に、ここの線に合わせて置きます。で、ここでお太鼓サイズを測ってみますね。で、今27センチあります。大きいので、小さくしたいんです。で、どうやって小さくするかというと、1回目をもう少し大きく折るんですね。1回目をもう少し大きめに折ります。そして2回目折ってきます。そうすると小さくお太鼓はなるんですね。で、26センチぴったりになりました。で、ちょっとこうシワをきれいにしておきます。こうビシッときれいに今のうちにされてた方がいいかな。これでお太鼓は決まりなんです。で、次はこれをちょっと置いておいて、胴回りに行こうと思います。胴回りは皆さんふくよかな方もいらっしゃるし、痩せてる方もおられますよね。なのでそれぞれ違います。で、あまりここが長すぎてもダニの朝子式の着付け方はやりにくいんですね。なのでぴったりの、長さにしたいと思います。どうするかというと、後ろこの背中心、背骨のところですよね。背骨のところから一周を測ります。ポイント柄で前柄はないので、6通柄なのでどこが出てもいいわけですから一周を測ります。で、ここからここまでが私の一周のサイズです。これはセンチじゃないんですね。幅だけですので、どこから始まったかだけ分かっていれば大丈夫です。で、片方を背中心のところということは、お太鼓のこの真ん中のところら辺に当てて、そして片方をこっちに持ってきます。で、ここまでが私の一周の長さなんですね。で、それプラス名古屋帯の作り方の時もお伝えしたんですけど、プラスご自分のこの手の幅を取ります。ここからだったらここまでですよね。ここまでで、あとここまであれば私はぴったりなんですね。するとこの長さ長いんです。で、長いと着付けしにくくなるので、少しぐらいだったら大丈夫なんですけど、今しっかりお伝えしたいのでこう短くするんですね。で、これぐらいだとこれぐらいで短くなったわけです。で、こうやって託し寄せていきます。で、ここはお太鼓の中なので見えないんですね。なのでこの中に、きれいに折って長さを調節します。でですね、この大ピンチをしっかりここで留めておきます。はい、
で次に、この文具クリップなんですけれども、それをここに留めておくんですね。でこれはなぜかというと、名古屋帯の作り方の時にも説明したんですが、ここにお太鼓が乗るんですね。ここにお太鼓が来るので、ここの幅のところにお太鼓が乗るんですね。ですので帯枕が下がってこないんです。で名古屋帯の時はこれをつけてもつけなくてもいいんですけれども、袋帯の時ってやっぱりこう、四角くきれいにお太鼓って作りたいじゃないですか。なのでこれをつけられた方が絶対袋帯に関してはいいかと思います。でこれをつけて、そして、お太鼓を戻してきます。でもさっきお太鼓はサイズもぴったりに作ってますので、これで大丈夫ですね。で次によれ止めっていうものをするんですね。よれ止めっていうのは何かというと、よく二重太鼓で、2枚になってますから、内側がビシッとなってるのに表側がふわってなってるのってすごく嫌じゃないですか。皆さん多いと思うんですね、そういうふうな嫌だと思われる方なので、2枚ともビシッとなるためにはどうすればいいかというと、よれ止めっていうこういう一番小さいピンチを止めるんです。で、上2枚を持ってスーッとこう降りてきて、で上によれを上げていくんですね。上げていってここら辺でしっかり持ってピンチをちっちゃいピンチを止めるんです。で反対側も、上2枚を持ってよれを上げていって、ここで止めるんですね。でもこれはちょっと分かりにくいと思うので、この動画だと分かりにくいと思うので、また新たに別の動画に上げようと思うんですけれども、これをきっちりしていると本当に綺麗な二重太鼓になります。で初めちょっとやり方がわからないっていう方、生徒さんでもちょっと難しいっていう方いらっしゃるんですけど、慣れると本当に簡単に綺麗にできます。で、ここもちょっとお写真とかその別の動画を上げさせてもらいますね。でこれができたら次は、手先を入れます。二重太鼓ですので、この2枚目のところに手先を入れます。で帯締めを入れて、で大きいピンチを止めるんですね。特大のピンチ、これは特大のピンチの方がいいかと思います。着付けてる途中に、外れないためにこれをしっかり止めておいてください。左側にガバッて止めるのと、右側は斜めにしっかりで、右側を止めるときに注意するのは後ろ側までここまでちゃんと止めるっていうことですね。そして最後にこの中ピンチなんですけれども、中ピンチをこの端っこにつけます。ですので、袋帯に関しては、大きいピンチが、特大ピンチがここの表に見えていて、でタレの中にここに一つ普通の大きいピンチが入ってます。でよれ止めが2つ左右についていて、後ろにこの中ピンチがついてます。名古屋帯よりも、この左右のよれ止めのピンチが多くなります。はい、これで袋帯の作り帯の完成です。はい、
皆さんいかがだったでしょうか。ぜひご自宅で一度試しに作ってみてくださいね。で、着付け方はほぼ名古屋帯と同じなんですが、ただ、よれどれめのピンチを、帯揚げで隠さないといけないっていうところが違うんですね。ですので、またそれは別の動画で説明させていただこうと思います。とりあえずほぼ名古屋帯と同じ着付け方になりますので、ぜひご自宅で試してみてください。で、最後になりましたが、これからもいろいろ発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてインスタグラムやツイッターもしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは終わります。